はい、JMA の吉田です。久々に動画を撮っております。実際に4月は韓国に行きまして、で、先週まで、今週の頭までは、台湾に行っていろいろメディカルアロマを教えてきたんですけど、ちょっとメディカルアロマで大切なことっていうのが、やっぱり、分かってらっしゃらない方がたくさんいるのかなと思ったんで、今日この動画を作りました。テキストを共有いたします。はい。メディカルアラムで大切なこと、病気ですとかコスメ、これをちょっとね、海外でも教えてきたんですけど、実際に精油に含まれる成分から作用を考える。これやってないアロマテラピストがいっぱいいるんですね。ラベンダーはリラックスとか。ネット見ればいくらでも自己責任でできるんですけど、やっぱり JMA のメディカルアロマは、ちゃんとした知識で家族を守るために使っていただきたいというのがあるので、やっぱり精油に含まれる成分、作用をちゃんと覚えましょう、勉強しましょうとなります。同じ作用でも強さと特徴があるので、それ抗菌力でもいろいろありますので、そういうのをちゃんと覚えると。繊維の特性と変化、エステル化って変化してきますから、どうなっていくんだ、それも勉強する。あと、症状に合わせて作用を考える。実際にかゆいとか痛いとかありますよね。考える。作用、成分から精油を選び処方する。作用、成分、含有量。これが僕が作った方程式なんですけど、世界唯一ですね。これを使って、精油を選んでいくと。で、作ったものをどのように使うか、ちゃんとそれも説明する。それから病気の勉強も必要です。なぜ病気が発症するのか、病気の初期症状はどんなのかっていうのがあります。実際にメディカルアロマで講座で教えているのは、ごく一部基本的な成分とかなんですけど、無料でですね、毎月病気の勉強会ですとか、いろんなものをやっております。で、自分のペースで、お勉強していただければ、いいので、この上記の7つの項目知っておきたい。これをやらないアロマテラピストがたくさんいるんだなと、海外に行っても思いました。あなたがメディカルアロマの講師だったら、今言ったこと知ってましたよね、知ってますよねって感じに習いましたよねって感じですけど、いや、私習ってないわって方がいっぱいいました、はっきり言って。それは癒しのアロマになってるんで、やっぱり、簡単ですから廃れてしまうっていうのがあるんですけど、JMA のやっぱりメディカルアロマは病気とか、皆さんが、悩んでる問題をできるだけどうにかして、お薬もそうですけど、私たち西洋学が中心なんでね、実際に。それの隙間を埋められないかとか、初期症状で使えないかというのを考えています。ゆっくりと自分のペースで勉強すればいいです、実際ね。で、実際に世界のトップを目指すのであれば、JMA で勉強していただいてもよろしいかなと思います。多くの医師が納得して協力できる知識を持つ協会が NPO、JMA です。家庭での病気を減らして、家族の治療の情報発信をしていますと。家族、ペットも含めて幸せを願って活動してますので、興味がある方はね、全国に講師がいますので、お勉強、ゆっくりとしていただければいいかなと思います。アロマはこれなんで、メディカルアロマね。そして実際今回コスメ行ったんですけど、コスメは僕たち、会員にお医者さんもいっぱいいますけど、薬剤師さんもいっぱいいるんですね。で、コスメのプロはやっぱり薬剤師さんなんですね、実際ね。で、原料の特性と成分を知る。どんな原料でこのコスメはできているのかなとか。そして原料は消元気、化粧品の原料ですね。それから極光由来か、食品原料か何かをちゃんと勉強する。で、防腐効果はどうなのかとか、変化はどうするのかとか。あと最後、地球に、環境に対する問題ですね。地球環境に影響を与えないのか。そこのまでもやっぱり化粧品原料を考えて、手作りコスメも作っていかなきゃいけないんじゃないかなと、協会は思っております。化学変化はするかと。あと、使い心地、皮膚トラブルの回避です。こういう知識もいります。あとは発色、色が綺麗ねっていうのも必要ですし、木のね、崩れにくいとかいろいろそういうのも考えて、どうしたらいいかっていうのを、こういうお勉強を教えてるところはないので、JMA では今回コスメもやるんだったら徹底的にやろうということで、こういうのを韓国、台湾行って今回も教えてきました。あなたは常軌を考えてコスメ作りをしていますか？ JMA では正しい知識を薬剤師レベルで教えますと。コスメ、講師も正しい意識を持って、教えていただきたいなっていうあります。これがね、ちょっと僕の気持ちだったので、
今、ちょっとテキストを作って、皆さんに簡単にご説明したんですけど、もし皆さんが今やってること、これからやりたい、副業とかね、兼業でやっていきたいと思うんだったら、やっぱり、難しいかもしれませんけど、ちゃんとした勉強は役に立ちますし、もう長く見て、このお仕事は残っていくのか。やっぱり病気というのは感染症も含めて、世界の課題でもありますし、あとストレスっていうのがあって、不定収束もありますよね。こういうのを全部薬でやったら大変だよねっていうのがあるので、アレルギーもそうですね。少しでも、緩和できればいいかなっていうのがありますので、皆さんにね、伝えていきたいと思っています。興味がありましたら、下のね、説明欄に、全国の講師の、URL をつけておきますので、よろしかったらお問い合わせしてみてください。今日もありがとうございました。失礼します。